こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は翻訳者になりたい人が最初にやるべきことについてお話ししたいと思います。最近ね、私のところにコンサルの申し込みをされる方が増えています。翻訳者になりたいんだけどどうしたらいいですかって言ってて、今自分がやってることで合ってますかみたいな感じでご相談をいただくことが増えています。で、いろんな方からのお話を最近聞いているんですけれども、共通して聞かれることがあります。それはまず最初に何をやったらいいですかっていうことを聞かれます。それで今日はですね、皆さん共通したお悩みだと思うので、今日はその質問に、お答えしたいと思います。ですね、翻訳者になるために、まず最初にやるべきこと、これは何といっても英語力を一定のレベルまで高めることだと思います。私以前に翻訳者になる方法っていう動画と、あと未経験から翻訳者になるための5つの方法だったかなっていう動画を出しています。で、その動画の中で翻訳者になるための青写真っていうか、どういうステップを経てプロとして食べていける翻訳者になってるのかっていうような、その青写真的な全体像みたいなのはお話ししました。で、それから翻訳者と英語力っていう動画も出していて、翻訳者に必要な英語力のレベルみたいなものについてお話をしてるんですけれども、そちらも見ていただければと思うんですけれども、私はですね、日本在住で翻訳者になりたい方っていうのは、まずは英語力を一定のレベルまで引き上げることが先決だと思っています。日本在住で日本で普通の教育を受けてこられた方っていうのは、多分その一般教養的な日本語力っていうのはもう十分あると思うので、それを前提としてですね、翻訳っていうのは翻訳者と英語力っていう動画でもお話ししたんですけれども、ソース言語である英語とターゲット言語である日本語のこの2つの間を橋渡しをして行ったり来たりする作業を翻訳っていうふうに呼んでいます。なので片方の橋台が日本語のレベルがこれぐらいあったら、英語力もだいたいその高さに近づいて、ある程度一定のレベルになるまで高めてあげないと、こういう状況だと橋を架けてもかからないっていうか、行き来ができない状況になっているというのが私の意見です。なので日本語がこれぐらいあったとしたら、まずは英語力っていうのはすごく低いところにから始めないといけない。日本で教育受けてる方は。で、私なんかも自分で、翻訳始める前に高校時代とかね、趣味で英語をノートの片方に書いて、日本語を片方に書いて、で翻訳の真似事みたいなのはしてて、すごい楽しかったので、それが悪いことだとは言わないんですけれども、実際に翻訳者として食べていけるようになったのはそうですね、英検1級取ってからですね。それまでは津田塾大学っていうところで英文科の専門だったんですけれども、英語が話せなくって、それでもある程度の英語力はあると思ってたんです。だけどアメリカに行って現地の学生に混じって大学の授業を受けてみて、自分の英語力っていうのは本当にアメリカ人から見たら赤ちゃんぐらいのレベルだっていうことが分かってですね、もうこれは全然勉強足りないと思って、それで必死になってこっちの現地の学生に負けないように一生懸命勉強をして、それで引き上げて、その後日本語教師をしてたんですけれども、その時はまだ翻訳っていうのはできなかったですね。で、その後翻訳者になるための訓練みたいなのを実地訓練で受けて、それで翻訳者になることができました。だから私の経験を振り返ってみても、日本語力が一定のところまである状況で英語力がこれぐらいだったのを、こういうレベルまで、これぐらいのレベル、これぐらいかなのレベルになるまで高めて、それから少しずつ行き来するようになっていったっていう感じなんですね。なのでこんな低いところからやってると、ここの部分っていうのが想像力で補わなきゃいけなくなる。分かんないから。で、想像力で補うことになると、かなり原作者の思いに寄り添うっていうことができなくなっちゃう。作り上げなきゃいけないから。だからその原作者の
思いを汲み取れるようなレベルの英語力を目指してまずは頑張ってほしいっていうふうに、私はコンサルとかワークショップを受けられる生徒さんにはそのようにお話をしています。もう一つ今日お話ししたいのは、英語力があんまりないとですね、結構その語訳をすることも増えてしまうっていうのをちょっと実例を挙げてお話ししたいと思います。いつもは大抵割と優秀な翻訳者さんと一緒に組んで仕事しているので、そんなに語訳を見かけるってことはそんなにないんですけれども、今年はいろいろコロナの影響もあっていろいろ新規開拓のお客さんとかもあったので、いろんな翻訳、今まで一緒に仕事をしたことのない翻訳者さんの翻訳っていうのを見せていただく機会っていうのも結構あったんですけれども、ね、その中ですごくびっくりする語訳があったので、それをご紹介したいと思います。一つ目は、単なる、冗談みたいな感じなんですけれども、ソーキャルって書いてあったのかな、 SO.CAL って書いてあって、でこれはサザンカリフォルニア、南カリフォルニアっていう意味なんですよ。でこのサザンっていうののSOUTHERN の最初の部分の2文字で、キャルっていうのはカリフォルニアだから、それでソーカルって書いてあって、そのソーとカルの間にピリオドがあったんですけれども、これを南カリフォルニアと訳すべきところを、その翻訳者さんはだからカリフォルニア、だからキャルって書いてあったのかなで翻訳してあったんですね。そうっていうのをだからって翻訳するっていうのものすごくびっくりしてですね、最初機械翻訳じゃないかなと思ってネットでちょっと機械翻訳にもかけてみたんですけれども、そういう翻訳が出てこなくてですね、どうしてこのそうがだからになっちゃったんだろうってすごく悩んだんですけれども、機械翻訳ってそういう固有名詞が実は下手なんですね。で何が固有名詞で何が普通の英語かっていうのがよく分かんなくって、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、スター・ウォーズを星戦争ってやっちゃうみたいな、でそういうような間違いを機械翻訳っていうのは結構やるんです。でそれとも違うしね、ちょっとびっくりしましたね。でそれは今言った話は結構冗談みたいな話だからいいんですけれども、でもう一つはこれはかなり前の語訳、私が見かけたかなり前の語訳なんですけれども、英文が何だったかな、Funnel General Responses to Specific Behavior かなんかだったと思うんですよ。で Funnel General Responses to Specific Behavior でこれをなんて翻訳されてたかっていうと、そのファンネルっていうのを、ファンネルって上語っていう意味なんですけど、上語対象って翻訳してあったのかな。で上語対象って日本語でも意味わかんないし、でその対象っていうのはその軍隊のね、隊とか少尉とかそういうのの種類の一種である対象っていう風に訳されてたんですよね。でこの時もね、私はちょっとびっくりしてしまったんですけれども、でなんでこういう間違いをしたのかなっていうのを考えてみたら、そのファンネルっていう、上語っていう意味なんですけれども、この言葉を本当は動詞なんですよ。これはここで使われてるのは動詞なの。だからそういう上語っていうこういう形をしてる、でこういう形でそのレスポンス、回答をこう集めて上語みたいな形で取り込んで、集めてっていうことを英語では言ってたわけなんですね。だけどこのファンネルっていうところのファンネルっていうのが動詞だっていうのに気がつかないで名詞として訳しちゃったから、その次のジェネラルもなし崩し的に名詞になっちゃってるんですよ。だからそのファンネルが動詞だっていうことが分かればジェネラルリスポンスで切る。だからファンネルが動詞でジェネラルリスポンスが目的語っていうことは分かるんですけれども、それが分からなくって、だから上語でその後ジェネラルが形容詞っていうことも分からなくって対象になっちゃったっていう、そういうね、だから一つその品詞の取り方を間違えるとなし崩し的に分からなくなっていくっていうことがあるんですね。みんな知ってるような単語で、知ってるような単語でもその構文の取り方っていうか構文への落とし込み方が分かってないと変なところで文章を切っちゃって、それでますます分からなくなって、で一つ分からないとその次も分からないんですよ。
だからそういうふうになし崩し的に分からなくなってしまうことがあるんですね。で特に use とか needs とかそういう名詞もあれば動詞もあるみたいな、そういうような単語、簡単な単語ほどその構文の取り方を間違えると全然分からなくなってしまうっていうことがよくあるわけなんです。だから、表面的にね、例えばその英検で言うならば4級とか3級とかね、その程度でそのさっきのねファンネルが動詞だっていうことを分かる力っていうのはそこまで見極めるのは非常に難しいんじゃないかなと思うんですね。だからある程度その構文に関する知識がしっかり頭の中に入っていて、でそれでいて例外的な使い方っていうのも英文を読んでるうちにひらめく、でそれぐらいの英語力が必要になってくるっていうことなんです。でもう一つの例はですね、limiting belief っていう言葉があって、でこれは limiting belief だからその信念とか信条なんだけど世界観を狭めてしまうような制限的な信条みたいな感じに訳さなければいけないところを、その信条とか信念を制限するっていうふうに動詞的に訳してしまっているのがありました。でこれもそういう取り方をすると意味が反対っていうか全然違う意味になってしまうんですね。これもそのリミットっていう単語とビリーフっていうのはもう皆さん知ってるレベルのそんなに難しい単語じゃないんだけど、それがどういうふうに使われてるかっていうのを理解しないと全く意味を取り違えてしまうっていうことがあるんですね。でだから私が英語力をある程度高めてくださいって言っているのは、でそういうところまでわからないとあまり英語力が高くない時点で現場に放り込まれてしまうと本人が一番苦労する。で仕事をいただくとね、一定の期日内に提出をしなきゃいけないんだけど、一つ分からなくなるとそこからドミノ式にねなし崩し的に分からなくなっていって、本当に期日内に終えることができなくなってしまうということがありますから。でそうすると翻訳者ができないっていう風になると上がってきた翻訳をチェックするチェッカーさんにも負担がかかるし、しわ寄せが来るし、会社全体も困るんですね。だからあんまり英語力がない状況でいきなり現場に入ってしまうとご本人が一番大変な思いをすると私は思っています。なので私は私のところにコンサルとか相談に来られる方にはまずとりあえず英語力を一定のレベル、だいたいそうですね、英検準1級とかTOEIC で言えば850とか、900に近ければ近いほどいいと思います。それぐらいは持っていた方がいいですよっていうことをお話ししています。でそういうふうに言ったら分かりましたって言って英検1級ちゃんと取ってきた生徒さんもいます。それは本当に素晴らしいと私は思うんですけれども、だからね、その英語力をある程度の高い英語力がないと実際に現場で本人が苦労するので、私は絶対に一定のレベルまで英語力を高めて、で翻訳の勉強を本格的に始めるのはそこからだっていうふうに言っています。でそのために、英検とか TOEIC とかそういうのを使って自分の実力が伸びてるかどうかっていうのを判断するのに試験を使ったらいいですよっていうふうに言ってるので、なので仮にその英検受けてみて不合格だったとしてもあまり悲観しないように。なんでかっていうと英検に合格することが目標ではないからです。英検にも合格することが目標なのではなくて、それは単に翻訳者としてスタート地点に立てるレベルに自分が来てるかどうかを客観的にチェックするためにそういう試験を利用させていただいているので、ダメだったらそんな粛々と淡々と合格するようにすればいいだけの話で、合格することが目標ではないので、それはあくまでも翻訳者としてスタート地点に立つことができるレベルに自分の英語力が上がってきてるっていうことを確認するためのものなので、あまり気負わずに受けてみたらどうですかっていうふうにお話をしています。最近いろいろとね話を聞くことがあって、その英語力がそんなに高くなくても翻訳者になれるんでしょうかとかね、そういうお話を聞くことがあるんです。あるんですけれども、私はさっきお話ししたその橋の例え
と、あと実際にそういう引っ掛けみたいな文章が出てくることもよく知ってるので、あんまり英語力が低いうちに現場に放り込まれるっていうのはあんまり私はおすすめしないですね。で、翻訳っていうのはさらに言えば、そこまで英語力を高めたところでまた日本語のところに戻っていくわけなんです。で、日本語のところに戻っていって、で英語のそういうイメージみたいなのを頭の中で理解をした上でですよ、理解をした上でそれを的確に表す日本語のボキャブラリーっていうか言葉をこう自分の中から引っ張り出して呼び出してですね、でそういう世界観を作っていくっていう作業がまた別にあるので、なので英語力がそこまでいったら全員そこから翻訳者になれるという保証もまたないんですけれども、でもとりあえずは英語力を一定のレベルまで上げてください。でそこまでいったらまたその先教えますからっていうふうに私はお話ししています。でもちろんさっきも言ったようにその英語力が高まるまで全然なんていうんですかね、翻訳を勉強してはいけないと言ってるわけではありません。もともとそういう英語を書いて日本語を書いてっていうのが好きな方だったらそれを全然やっても構わないと思います。ただこう現場でねプロとして働くのであればそれぐらいの英語力は持ち合わせていることを確認した上で先の次のステップに進んだ方が絶対に後でご自身も苦労しないしいい翻訳者としてこう基盤作りができるのではないかなっていうふうに思います。でもう一つ私がよく言ってるのは3匹の子豚の話ですね。で3匹の子豚の話で3匹の子豚が家を建てますよね。で家を建てるんだけど最終的に生き残ったのはレンガの家を建てた子豚だったと思います。なので時間がかかってもしっかりと基盤作りができている方が長い目で見たら絶対に長持ちしていいと思うので、そういう意味もあって、私は絶対に英語力をある程度のところまで上げることを日本に住んでいる方は優先させてくださいというふうに申し上げています。これが仮に海外にお住まいで普段から英語に囲まれているような方だったら話は別で、そういう場合は日本語力も並行してこうキープしていかないと日本語力が弱くなっていくので、そういう方はちょっと話が別なんですけれども、日本にいて日本の普通の教育を受けてそれで翻訳者を目指されるっていう方はまずは英語力を一定のレベルまで高めるということを最優先目標にされることをお勧めします。今回は翻訳者になるためにまず最初にすべきことは何かという観点でお話ししました。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.